はい、皆さんこんにちは。今回はモザレーシングさんよりご提供いただいたモザ AY210 フォースフィードバックベースと MFI ヨークハンドルをレビューしていきたいと思います。こちらのフォースフィードバック付きのヨークデバイスはかなりすごいものになっているので、あらゆるところを紹介していきたいと思います。それでは本日も早速始めていきましょう。ぜひ最後までごゆっくりとご覧ください。モザレーシングさんは2012年から立ち上げられて、2021年からはレースシムなどを中心にデバイス関連を発売されているメーカーとなっています。ここ数年ではフライトシム用のデバイスも多数発売されていて、戦闘機用のスロットルや操縦桿などのスティックなどもとても高品質なものになっています。ゲームの臨場感を高めてくれるフォースフィードバック機能など最新のデバイスとなっています。価格の方は決して安価ではありませんが、その魅力をたっぷりとお伝えしていきます。後半には実際にプレイした様子もお届けしていきたいと思います。早速開封していきましょう。まずは AY210 ベースを見ていきたいと思います。まずはこちらの方はケーブル類ですね。パソコンにつなぐ際の USB ケーブルやアダプター類が入っていました。アダプターの方は結構大きめになっています。あとは製品の取扱説明書とモザのステッカー類が入っていました。そしてかなりしっかりとしたベース本体は重厚感があり、なかなかサイズ的にも迫力がありました。フォースフィードバック機能付きなので、この辺りの動作も気になります。続いては MFI ヨーク。こちらの方はボーイング系のチェックリストもあり、スイッチ類もたくさんついていて、エアライナー向けの再現がされています。ちなみにこの2つ合わせて重さはだいたい10キロほどあって、ベースの方は素材も合金でできているので、作りはとてもしっかりしている印象です。構成としては AY210 フォースフィードバックベースと MFI ヨークハンドルの2つを組み合わせる形になります。それではですね、デスクの方に設置していきたいと思います。固定する際はこのヨークベーステーブルクランプやボルトで固定することもできます。今回はこの別売りのクランプで固定していきたいと思います。取り付ける際はゴム系のクッションも付属しているので、このようにしてクランプで固定していきます。フォースフィードバックの振動などもあるので、しっかりと固定しておきましょう。ベースの方にはフィルムがついていたので取っておきました。また MFI ヨークを取り付ける際、カバー類などがついているので、この辺りも全て取り外していきます。これは上下に揺らしながら引っ張っていくと簡単に外せます。MFI ヨークの方にもシールのカバーがついているので、こちらも外しておきます。接続部分の金具を引くとロックが外れて取り付けができるようになります。この部分はかなりがっちりとしているので非常に強度も強そうです。外す時も同様にここの金具を押しながら引くと簡単に外れるようになります。もし他のタイプの容器が発売されたら、こちらも簡単に付け外しができそうですね。あとはケーブル関係をすべてパソコンに接続していきます。電源ケーブルと USB ケーブルをつないだら、デバイス側の準備は完了です。設置の方が完了したので、さらに外観を見ていきましょう。ベース本体の重さが約 9kg で、素材も金属製ということもあり、結構頑丈な作りになっています。長さが約40センチで、ヨークと合わせると60センチぐらいになります。スラストマスターのボーイングヨークより結構長くなる感じです。
また MFI ヨークハンドルは重さが約 1.3kg。ヨーク部分もフォースフィードバックもあることで高強度な複合素材となっています。耐久性と耐摩耗性も備え、最大 30kg の力に耐えることができるようになっています。またこのヨーク、スイッチ類やジョイスティック、トリガーなどがとても充実していて、軸とボタンのマッピングを含め最大34の入力が可能になっています。またヨーク部分はボーイングヨークより少しだけ大きくなった印象はありました。それでは実際に電源を入れていきましょう。電源が入ると自動的にキャリブレーションが始まり、ヨークがこんな感じで動き始めます。動きがとてもスムーズになっていて、気になるような音はほとんどありませんでした。ヨークのロールの範囲は左右90度となっていて、180度高くとなっています。使用するのに必要になるモザのソフトウェアでセッティング後、操作感を見ていきます。フォースフィードバックは強くしたり弱くしたり自由に設定ができるので、後ほどソフトウェアも紹介します。最初はヨークのエルロンです。実機のボーイング737はかなり操縦感も重くなっていて、そのあたりも再現できるのですが、今回はデフォルトより少しだけ重めにし、滑らかさもある設定にしてみました。さすがですね、フォースフィードバック付きといった感覚で、重いけどスムーズに動いてくれます。次はエレベーター軸ですが、これもエルロンと同じようにやや重めにしています。感覚としては油圧のような操作感に近く、手や腕など体で重みを体感できる感じです。また機体のエンジンがかかるとヨークの方にも振動が伝わってきます。このあたりのバイブレーションは様々なフェーズに合わせてフォースフィードバックならではの体験ができます。次に必要になるモザのソフトウェアですが、モザコックピットをダウンロードします。こちらの方は概要欄にリンクを記載しておきます。ソフトウェアを立ち上げると認識されているデバイスが表示され、それぞれの細かい設定が行えるようになります。今回最新バージョンだと PMDG の一部機能が反応しなかったので、少し前のバージョンに変更しています。最初に右のゲームリストで使用するゲームを選択して、インストールフォルダーを指定していきます。右側のゲームリストが緑色でコンフィグアードとなれば完了です。まずは MFI ヨークの方から見ていきましょう。ここではデバイスのボタンを押すと正常に機能しているか、ボタンのテストが行えます。一番左上のキャリブレーションを押すと、ヨークのキャリブレーションが行えます。その下のブライトネスでは、ヨーク左右の LED の明るさ調整や色を変更することも可能です。次にこちらではジョイスティックをボタンモードで使用するか、軸モードで使用するかの設定ができます。次の項目はハットスイッチをボタンモードかパッドモードで使うか、そちらの設定になります。さらに下のトリガーモードでも軸かスライダーか選択ができます。レフトトリガーマッピングやライトトリガーマッピングではボタンは入力だけか、または軸入力のみか、もしくは両方選択することも可能です。またライティング関連ですが、ベースフロントパネルの調光やランディングギアインジケーターの調光、さらに色の選択も可能となっています。次に使用するにあたってプリセットの登録や設定を見ていきます。まずは左下のこちらをクリックします。
ここにはゲームごとに様々なプリセットが用意されています。右側のロードをクリックすると使えるようになります。プリセットの方は限られた機体しかありませんが、カスタムプリセットの作成もできるので、そちらの作り方の方も紹介していきます。まずは右上のニュープリセットをクリックします。どちらのデバイスでプリセットを作成するか出てくるので、デバイスの方を選択します。ここでプリセットの名前、使用するゲーム、また機体の方を選びます。機体の方は一覧になければ選択しなくても問題はありません。入力が終わったら NEXT をクリックします。ここではデフォルトを選択してコンプリートをクリックします。これで MSFS2024 のプリセット一覧に追加されるようになります。次は AY210 ベースの方の設定を行っていきます。まずベーシックセッティングスではメインのフォースフィードバックの調整が自分好みに変えられ重要な設定ページとなります。まず3つのモードがあり、左のダイレクトインプットですが、これはアプリ内の機体がフォースフィードバック出力に対応している場合に選択するモードで、対応されている機種は限られています。真ん中のテレメトリーフォースフィードバックは、フォースフィードバック出力のない機体でも出力してくれるモードになります。一番右側のインテグレートフォースフィードバックは、ダイレクトインプットとテレメトリーフォースフィードバックの両方のデータを組み合わせたモードです。標準ではこのモードになっています。大体はこのテレメトリーフォースフィードバックが適しているということなので、僕の方もこのセッティングにしています。下の項目も見ていきましょう。ここでフォースフィードバックの細かい設定ができるようになります。今回僕の方はこのように設定し、全体的に重さを重視した設定としています。スライダーを調整するごとにヨークの重さが変わっていくのがわかると思います。この設定はお好みで調整してみてください。次のエキスパート設定ではさらに細かい設定ができるようになりますが、基本的にそこまで変えなくても大丈夫かなと思います。一つ重要な項目は、デフォルトではオフになっているトリムフォローリングとオートパイロットフォローリングはオンにしておくことをお勧めします。オンにすることでオートパイロット中も SIM 内のヨークと合わせて MFI ヨークも動くようになります。次のエレメトリーフォースフィードバックもポイントとなってくるので見てみましょう。この設定ではヨークへの細かい振動など機体のフェーズや操作でのフォースフィードバックの設定になります。エンジンがかかっている状態での振動や失速、オーバースピードなど様々な効果があります。デフォルトではほとんどがオフになっているので、ここは全てオンにしておくとさらに臨場感は高まると思います。次のアクシス設定ではデバイスの軸出力カーブを設定できます。このあたりは SIM 内の設定もあるので特に変更はしなくても大丈夫だと思います。こんな感じで設定しておいた方がいいところを重点的にお伝えしてきました。この後は実際に MSFS2024 でフライトをしながら操作感を見ていきたいと思います。あと SIM 内での設定も割り当てる必要があるので、今回 PMDG737 に最低限必要な割り当てを行いました。操縦のメインでもあるエルロンの設定、さらにエレベーターも Y 軸として設定しました。ジョイスティックには視点移動を割り当てています。ハットスイッチの方は上下にトリムアップとトリムダウンを設定し、左側の黒いボタンの方にはオートパイロットオフを設定しました。あとは非常に便利なランディングギアのダウンとアップのポジションをセットしています。他にもたくさん割り当てができるボタンがあるのでカスタマイズできて便利になりそうです。早速羽田空港から離陸してみましょう。エンジンがかかっている状態だとすでにヨークの方にも振動が伝わってきます。離陸滑走中の段階でフォースフィードバックの効果は得られ臨場感が上がってきます。
VR での機種上げは重みのある操縦桿を引いている感覚なので、重みを重視する方にはかなりおすすめだと思います。少しマニュアルで操縦してからオートパイロットを入れた様子も見ていきたいと思います。最初は慣れるまで少し時間がかかりましたが、何度かフライトし、このヨークの感覚をつかみました。ちなみにこのフォースフィードバックの設定では、実際のボーイング737と同じぐらいのかなり重たい操縦桿を試すこともできます。フライトシム .to の方で、ボーイング737に乗務経験のある方が作成したプリセットをダウンロードすることもできます。一度試しましたが、本当に重くて、以前動画に上げた千葉科学大学の訓練用の 737FTD と同じぐらいの重さでした。プリセットの方はダウンロードしてインポートすればすぐ使えるようになります。こちらの方も概要欄にリンクを記載しておきます。それではそろそろオートパイロットを入れていきましょう。ヘディングセルでレフトターンしていきます。そうするとヨークの方もシム内と連動して自動的に動くようになります。ここまで再現してくれるのかと本当に最初は驚きました。結構動きの方も細かく動いてくれます。オートパイロット中もヨークの動きがあり、またリアルなフライトとなりそうです。マニュアルでも楽しめて、オートパイロットを入れても連動して動作してくれるので、この辺りの再現は本当に素晴らしいと思います。またこちらもリアルだったのが、失速やオーバースピードをした場合もヨークに振動が伝わります。非常に面白かったんですが、結構振動の方がすごいので、設定の方はほどほどがいいと思います。そして今回の到着空港の秋田空港が近づいてきました。それでは着陸シーンの方もごゆっくりとご覧ください。現在まだオートパイロットで飛行中です。ギアの方も下ろしていきましょう。ギアダウン。ギアレバーの方も操作感はカチッとしていて、ギアアップ、ダウンともにやりやすい印象がありました。もう少ししたらオートパイロットを切ってマニュアルで着陸していきます。オートパイロットディスエンゲージ。Approaching minimums. 2 minimums. 100. 50, 40, 30, 20, 10. 着陸時もヨークの安定感があり、エルロンとエレベーターともに操縦しやすい印象でした。タッチダウンの振動やスポイラーの展開時の振動など、様々なフォースフィードバックの効果も体験できました。最後にこちらの値段ですが、モサ公式サイトでは AY210 と MFI ヨークのバンドルが14万1800円となっています。AY210 が11万6900円、MFI ヨークが2万4900円です。国内サイトでは Yahoo ショッピングや Amazon などでも現在在庫は少なそうですが購入ができそうです。決して安価ではありませんが、
フォースフィードバックを備え、実機さながらの重みのあるヨークでのフライトはまた一味違う体験ができると思います。今回レビューして感じたことは、このモザ AY210 と MFI ヨークは操縦面に関してももちろん素晴らしく、一つ一つのボタンや素材、全体的なクオリティもよくできているので、非常にお勧めできるデバイスだと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も MSFS の動画やデバイス関連など様々な動画をアップしていきますので、気に入っていただけましたらチャンネル登録お待ちしています。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。